この動画はグッドハンダゴテの太陽電気産業の提供でお送りします。こんにちは。今日はグッドブランドで有名な太陽電気産業から新しいハンダゴテが出たので紹介していきます。こちらです。PX211 温調ハンダゴテです。最近のハンダゴテとしてはかなりシンプルな温度調整だけに機能を絞ったものとなっています。実は太陽電気産業は2022年に PX280 というデジタル温調ハンダゴテを出しています。そういった経緯がある中で今回の PX211 ではあえて機能を削ぎ落としてアナログ制御の温調ハンダゴテをリリースしてきたわけです。デジタルとアナログの2種類あるわけですが、使い勝手がどれくらい変わるのか、実際どうなのというところで使いながらレビューしていきます。まずはグッドの製品ラインナップの中で似たような製品がいくつかありますので、それらを見ていきます。こちらです。PX201、PX280、そして PX211 です。これらはすべてセラミックヒーターを使っていて、温度調整ができるハンダゴテです。まずは PX201 です。PX201 については現役で使っている人も多いのではないでしょうか。この製品自体は2003年に発売されたもので、かなり息の長いロングセラーの製品となっています。そして次はこちら PX280 です。実は一見も現役で愛用している製品です。撮影スペースだとか作業スペースの増設に伴ってこれまで3台買っていますが、全て現役で動いています。この製品が出た当時はステーション型とほとんど同じ機能がこの中に全部入っているというのは非常に画期的でした。PX280 については発売直後にレビュー動画も撮影しています。その動画を公開した直後は Amazon でも飛ぶように売れて、在庫を補充してもすぐに売り切れてしまうという状態がしばらくの間続いていました。太陽電気産業の人とも定期的にコンタクトは取っているのですが、動画がきっかけでものすごい数が売れたというのは聞いています。実際担当者の顔も結構にやけてましたからね。実際に使っていても非常に素晴らしい製品かと思います。そしてこちらが新発売の PX211 です。ここからはこれまでの製品と比べてどのような点が変わったのかというのを見ていきます。まずは PX201 との比較です。基本的に PX211 は PX201 の後継機種のような位置づけかと一見は考えています。外見的な違いについては PX201 はヒーターの部分が長くなっていて、ハンダ付け自体はできるんですけども若干やりにくいです。ハンダ付けについては基本的には握る位置から小手先までの距離が短い方がハンダ付けはしやすくなります。ですのでハンダ付けのやりやすさについては PX211 の方が有利です。また標準でついている小手先についても違ったものが使われています。PX201 については B 型と呼ばれる円錐形状のものが使われていました。これは悪くはないのですが、実は少しハンダ付けはやりにくいです。PX211 では C 型の小手先が標準でついています。ハンダ付け対象にもよりますが、実はこういった形状の小手先の方がハンダ付けはやりやすいです。標準でこのようにハンダ付けがやりやすいものがついているというのは良いですね。またヒーターから小手先への熱の伝わり具合についても少し変化があるようです。小手先交換するときにですね、セラミックヒーターと小手先がこういう風に見えます。小手先を交換するためにヒーターと小手先にどうしてもこういうクリアランスの部分が必要になってきます。PX201 はこのクリアランスが少し大きめなんですよね。要するに小手先へ熱が伝わる効率が落ちるということです。一方で新発売の PX211 はどうなっているかというと、このようにクリアランス自体はあるんですけども、かなりですね少なくなっています。つまりヒーターと小手先がよく密着していて熱を伝える効率が高いということですね。温度調整部分について見ていきます。温度調整についてはどちらもダイヤルを回しての対応となります。なんですけども PX201 は調整のダイヤルが小さいので調整しにくいですよね。温度についてはそこまで頻繁に変えるものでもありませんが、小手先の熱容量の大きさだけでは対応できないぐらいハンダ付け対象の熱容量が大きい場合には温度を高くすることもあります。そういった時 PX211 は調整ダイヤルは大きいので操作はしやすいですね。ダイヤルの操作感は少し硬めに作られています。これは手で擦れた時に温度が簡単に変わらないようにするためかと思います。ちなみに温度調整の範囲も PX201 は250度から450度でしたが、PX211 については200度から500度に拡張されています。
消費電力については 70W からこのように 80W にアップしています。より熱を奪われやすいハンダ付け対象でも多くの熱を伝えられるようになっていますね。次はこちら PX280 と211の比較です。付属品についてなんですけど PX211 の方は最初から小手先の耐熱キャップがついているモデルもあります。このように柔らかい素材でできていて簡単にパチッとはまります。ちなみにこの耐熱小手先キャップは PX280 へも流用可能です。形状についてはディスプレイの有無と操作部分がデジタルかアナログかの違いだけかと思いきや、実は本体のサイズも結構小さくなっています。これはですね、操作感にかなり影響する部分ですね。PX280 については本体が若干重いことと、あとは電源コードが握る部分から離れているので、操作している時に少しコードに引っ張られるような感覚があります。ちなみにケーブルの付け根部分を見てみると PX211 の方がケーブルガイドにはよりグレードの高いものを使っています。このあたりが使い勝手にどう影響するのかも楽しみですね。また握る部分の形状については PX211 の方が少し細くなっていて握りやすいです。アナログ回路で機能を絞っているのでここまで細くできるということですね。ハンダ付けの性能については PX211 の開発者曰く制御がデジタルかアナログかの違いはあるもののハンダ付け性能についてはほとんど同じにしているとのことです。PX280 と211では同じシリーズなので小手先についても同じものを使い回せるようにできています。また機能面で見ると PX280 でできて PX211 でできないものは1度単位の温度調整、スリープ機能、自動シャットダウンです。こういった機能を持たせることができるのがデジタル制御のメリットではあります。特に温度については PX280 は実は小手先の温度というかヒーターの温度をリアルタイムでモニターできます。これは真似しないでほしいのですが、このように小手先を急冷すると表示されている温度が低下します。PX211 では LED が点滅するだけなので設定温度はわかるけど実際に温度はわからないというデメリットはあります。PX280 のメリットは特に熱容量の大きな物体をハンダ付けすると小手先温度は結構下がります。それが数値でわかるというのが大きいです。PX211 のデメリットはそれがわからないっていうことですよね。使う場所によっては PX280 の方が良さそうです。あとはこういう風にデジタルで表示されている分 PX280 の方がなんかやってる感は出てますよね。また PX280 についているスリープ機能とシャットダウン機能は意外と使う頻度は高いです。例えば電子工作でデバッグをしながらハンダゴテを使う時なんかはハンダゴテの電源を入れてはいますが実際はハンダ付けをしていない時間の方が長いです。そんな時にスリープモードに入って小手先の酸化を防いでくれます。また電源を抜き忘れた時にはシャットダウン機能で自動的に電力供給を止めるようになっています。そう考えると PX280 の方がより安心して使えるようにはできています。PX211 は温度調整だけに機能を絞っているので当然ですね、機能を絞ったことによって価格的には安くなっています。 Amazon での実売価格は PX211 は5000円程度、 PX280 は5000円台後半となっています。他社の同ランクの製品とも比べてみます。今回の PX211 ですと発光の FX600 あたりが同じくらいの製品です。直接の比較はしませんが見れるところとしては熱回復と電力ですね。 PX211 は 80W、FX600 は 50W です。ここで注意してほしいのは電力が大きいからといってハンダ付け性能が高いというわけではない点です。これについては実際に使ってみないと何とも言えないところではあります。ちなみにこの2社で興味深い点があります。こういった PX280 のようなペン型のデジタル音調ハンダゴテについては実は太陽電機産業の PX280 が先に出してきてその後に発光も似たような製品でデジタル版の FX600D を出してきています。発光の FX600D は PX280 をかなり意識していると思います。アナログ音調ハンダゴテについては太陽電機産業は今回 PX211 のような製品を出してきたわけですがよく見てみると発光の FX600 シリーズをかなり意識している製品なのかなというのは見てて思います。ここからは実際にハンダ付けをしてみてどんな感じなのかというのを確認していきます。今日使うハンダは全て鉛フリーハンダです。まずはこのように小手先にハンダを巻いて溶けるまでの時間を測定します。小手先の温度設定は全て350度に設定しています。
これで何を見るかというと、小手先の温度の立ち上がりを見ます。電源を入れてからどれだけ早く使えるかを見るためのものです。まずは PX280。はい、解けました。PX211 です。はい、解けました。そして PX201。はい、解けました。このように PX280 と211は温度の立ち上がりについてはほとんど同じという結果になりました。一方で PX201 の方は少し立ち上がりが遅かったですね。ヒーターの電力が少し少ないというのも効いているでしょうし、あとは小手先が大きいです。熱容量も少し大きめになるので温度が上がるまでに時間がかかります。小手先の温度についても見ていきます。これもすべて350度に設定しています。まずは PX201。368度とかですね。ちょっと高めですね。次は PX280。はい。結構正確ですね。小手の方も350度になってるんですけど、温度計の方も350度ぐらいになってます。PX211 です。はい。こちらもいいですね。温度352度となっています。温度調整についてはやっぱりデジタルの方がいいですよね。アナログの方は実験では合っていましたけども、実際に皆さんの手元で使う場合はプラスマイナス5度から10度くらいの範囲で合ってれば、まあ問題ないんじゃないかとは思います。次は生基板へのハンダ付けです。銅箔が一面にありますので熱がよく逃げていきます。ハンダ付けの条件としてはかなり厳しいものです。小手先の形状や小手先の熱容量なんかにもよりますが、このテストではハンダ付け対象にどれだけ多くの熱を与えることができるかというのを見ることができます。ではいきます。まずは PX201 です。なかなか解けないですね。解けましたけど、結構難しいなこれ。ハンダがですね固まっちゃいますね。結構次のハンダ付けに移る前に一応ねこういう風に水で冷やしてってことはします。次2つ目、ちょっと温めてからやりましょうか。予熱します。そしてハンダを入れていくと。でもやっぱりですね、この生基板の温度が上がるのがなかなか遅いのか、ハンダはあんまし濡れていかないですね。なかなか厳しい条件かとは思います。このようにハンダがなかなか濡れ広がっていかないようなハンダ付けとなりました。次は PX280 です。いきます。やっぱこっちもねちょっと厳しいかな。なかなかね濡れ広がってはいかないかなって感じですね。ハンダ付け自体はできているんですけど、濡れ広がってはいかないですね。次は少し予熱してやってみます。小手先を少し長い間当てて、そこにハンダを供給していくと。あまり濡れ広がってはいかないですね。小手先がですねちょっとハンダ付け対象に対して細すぎる、熱容量が足りないというのがあります。PX280 でもハンダの方はなかなか濡れ広がっていかないようなハンダ付けとなりました。そして最後 PX211 です。でそしてハンダを供給していくと。基本的には PX280 と同じなのでやっぱりあまり変わらないですね。はい。次は少し予熱を多くしてみて、その後にハンダを供給していきます。これもねやはり280と同じなので、はい、こんな感じです。ハンダ付けの様子を確認していますが、211と280ではほぼ変わらずです。今回の場合に関しては小手先のチョイスが完全に間違っていますので、もっと熱容量の大きな小手先に変えてみます。実際小手先を変えるとこのぐらい変わります。はい、全然違いますね。ハンダがよく塗り広がっていってると思います。全然別物ですね。
小手先を変えてみると211についてもやはり同じような結果が期待できます。ハンダを供給して、よく濡れ広がっていますね。いいんじゃないでしょうか。実際ハンダ付けした箇所を見てもらうと全く違いますよね。今回あえてこういう実験をしたのですが、ハンダ付けする箇所に合った小手先を選びましょうということです。基本的には熱容量の大きい小手先、つまり太めの小手先の方がハンダ付けはしやすいです。小さい部品にハンダ付けするからといって小手先も小さくしてしまうと逆にハンダ付けやりにくくなることもあります。ここからは211を使ってプリント基板のハンダ付けをしていきます。まずはこちらスルーホールの部品をやっていきます。ではいきます。固定を当ててハンダを供給すると、ちゃんと溶けてますね。隣も同じように固定を当ててハンダを供給と、全く問題ないです。こちらも固定を当ててハンダを供給、いいですね。同じように固定を当てて余熱でハンダを供給、OK です。このように綺麗にハンダ付けできています。いいですね。次はこちらの熱容量が大きなスルーホール部品もハンダ付けしてみます。部品自体も大きいですし、銅箔の面積もこのように広いです。ではいきます。2番の足の方が熱容量は少ないです。このように少し余熱してでハンダを供給。なるほど。先ほどより少し溶けはにくいですね。ハンダ付け自体はできています。そして次は1番の足です。こちらは熱容量が大きいんですけども、どうでしょうか。余熱してハンダを供給。さすがに少し溶けにくいですね。ハンダの濡れ広がりが悪いです。そしてハンダを離すと。ハンダ付け自体は問題なくできています。2番の足を見てみると、このように部品面までしっかりとハンダが上がってきています。なんですけども、熱容量の大きな1番の足を見てみると、先ほどより長い間小手先を上げていたにもかかわらず、部品面までハンダは上がってきていないです。次は一見がよく使う 3BC のサイズで試してみます。3BC についてなんですけども、小手先の熱容量と先端の細さのバランスが良くて結構扱いやすい小手先です。では 3BC でいきます。小手先を当てて少し余熱、ハンダを供給。いいですね。先ほどよりも熱がよく伝わっているのかよく溶けます。そしてさらに熱容量の大きな1番、小手先を当てて余熱、そしてハンダを供給。先ほどよりもだいぶ溶けやすいです。やっぱり小手先温度が下がらないように小手先の熱容量を大きくするというのはハンダ付けにとって非常に大事です。部品面にもしっかりとハンダが上がってきていますね。さらにですね、グッドは最近こういった面白い小手先も出してきています。このように小手先が直角となっていて、銅箔と部品に効率よく熱を伝えられる形状の小手先です。実際に試してみます。小手先をこういう風にやると、ちゃんと銅箔と部品の足に当たりますね。そしてハンダを供給。これは結構いいかもしれないです。当てて、そしてハンダを供給と。小手先自体がものすごく大きくて熱容量も高いんですね。余熱も少なくて済みますし、ハンダが溶けるスピードもものすごく速いです。いいですね。このようにハンダ面については問題ないですし、部品面についても見てみるとしっかりとハンダが上がってきています。このようにスルーホール部品についてはある程度小手先が太めでしっかり熱を伝えられるものがおすすめです。次は表面実装部品のハンダ付けです。抵抗と IC をハンダ付けします。まずは抵抗からです。フラックスを軽く塗って小手先には軽くハンダを供給しておきます。そこに部品を滑らせるようにしておいてハンダ付けですね。OK です。反対側についても同じようにやります。ハンダを供給して、そして部品にハンダ付け。最初にハンダ付けした方はこれは仮ハンダですので、もう一度このように加熱して、そして完了です。実際のハンダ付けはこんな感じです。手ハンダなのでこれくらいできれば問題ないでしょうね。
表面実装部品についてもやはり小手先は変えた方がやりやすくて、このような D タイプといってマイナスドライバーの先端みたいな形状をした小手先があります。 D タイプを使う方がハンダの量の調整がしやすく、仕上がりは綺麗になりますね。ただ小手先を変えるのがめんどくさい時は太い C 型や BC 型をそのまま使うこともあります。ハンダゴテを複数台持っている場合は用途に合わせて小手先を変えたものをいろいろ揃えておくのが良いでしょう。D 型でも試してみます。フラックスを塗って小手先に少量のハンダを供給。部品を置いてハンダ付け。はい。反対側も同じように小手先に少量のハンダを供給して、そしてハンダ付けですね。最初につけた方は仮ハンダなので、もう一度ハンダ付けをして終了です。IC 系の部品についてもハンダ付けの工程は基本的には変わりません。今回の場合は仮止めしてでフラックスを供給して小手先に少量のハンダを供給。このように押し当てていくと、いいですね。ハンダ付けできています。他の足の部分についても同じです。フラックスを供給、小手先にハンダを供給してこんな感じでハンダ付けをしていくと。ハンダを供給してでこういう風に当てていくと。ちょっとハンダブリッジしちゃいましたけど、ですね。ブリッジ解除。残りの足についてもハンダを少し小手先に供給して、そしてこういう風にですねやっていくと。標準の小手先でも問題なくできるとは思うんですけども、小手先に少しこだわるとさらにレベルアップしたハンダ付けができるようになります。ここまでハンダ付けしてきましたが、普段使っている PX280 と比べても今回使った PX211 はハンダ付け性能の違いはですね感じ取れないですね。ほとんど同じです。一方で取り回しについてですよね。 PX280 ってこの握る部分がちょっと長めで太いんですよね。それに比べて PX211 はこんな感じで280より細くて握りやすいんですよ。ですので全体的な取り回しについては211の方が上ですね。次は分解して中身を確認します。このようになっています。プリント基板1枚が入っていて、本当にアナログ制御だけでハンダゴテの温度調整をしています。かなりシンプルな作りをしているかなと思います。このくらいシンプルな方が色々壊れにくくて寿命も長いような気がします。使われている電子部品を見ていきます。こちら温度調整用の可変抵抗 SH の刻印があります。メーカーはどこでしょうね。一番最初に壊れるとしたら可変抵抗の抵抗体が擦り切れて壊れるくらいでしょうね。ただ温度のダイヤル回さなければ擦り切れませんので、そこについてはそんな心配する必要はなさそうです。ちなみにこのダイヤルは取り外すと向きが分かりにくくなるので要注意です。内部に電解コンデンサーも使われていました。3コンと書いてあるので3電子の電解コンデンサーです。まあいいんじゃないですかね、ここら辺については。プリント基板のフラックスの残り方を見てみると、表面実装部品はリフローハンダでやって、スルーホール部品は別途ハンダ付けをしているようです。実際太陽電気産業の人に聞いてみたら、スルーホール部品についてはロボットでハンダ付けをしているそうです。あとセラミックヒーターについては部品が単体で売っていますので、壊れたとしても交換できます。はい。というわけで、太陽電気産業から新しく発売されたハンダゴテ PX211 についてレビューしてきました。ハンダ付け性能についてはデジタル制御の機種である PX280 と比較してきましたが、正直ほとんど同じです。全体的な取り回しについては PX211 の方が使いやすいと思います。軽くなったというのもありますし、コテの握る部分が細くなってより鉛筆に近い感覚で握れます。握る部分から電源コードまでの距離が短くなっているので、電源コードから引っ張られるような感覚も少なくなっています。使い勝手の部分と価格を考慮しても PX211 を選ぶというのは全然ありですね。ちなみに太陽電気産業からは別の新発売製品が続々と送られてきているので、そちらのレビュー動画も近いうちに公開予定となっています。動画の最後にですね、太陽電気産業からプレゼントのお知らせがあります。今回新発売製品のコラボ記念ということで、こちらの新発売 PX211 が抽選で当たります。
応募については太陽電機産業の公式 X に詳細がありますので、そちらも合わせてぜひチェックしてみてください。ちなみに今日紹介した製品の Amazon 購入リンクも概要欄にありますので、そちらもよろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。